リーゼロッテだ。なんか妙に間がありましたけど。ねえよ。いいですけど、理由は？総じてスペックが高い。男心もよくわかっている。言動にも隙がない。ありがとうございます。よかったじゃないリーゼロって軒並み高評価よありがとうございます。これだけ高評価なリーゼロッテちゃんでも5位なんですね。なんだよその顔は。無駄にに含みを持たせやがって。何も含ませていないんで因縁をつけないでください。よかったわねリーゼロッテちゃん。はい嬉しいですで6位だが、同率でクリスティーナとフローラか。自分が所属する組織の王女様が下位っていうのはどうなんですか？あくまでもハルト目線で見た時のヒロイン度の話だ。まあ俺の主観が多少混じるのも否定はできんがな。ハルトくん目線だったらなんでミハルちゃんが8位なんです？そりゃあクリスティーナ王女とフローラ王女はとっても可愛くて性格も良くて素敵なお姫様だけど、ミハルちゃんは同居までしているのに。さつきさん、別に私は大丈夫ですから。まずクリスティーナとフローラについてだが、2人とも王女属性の持ち主だからな。そこが加点要素になった。ミハルに関して言えば、まあ属性を除けば正味それほどの差はない。敗因は無属性ってところか。無属性って同居は属性にならないんですか？確かに同居はヒロイン力を上げる重要なイベントだ。だが劇薬でもある。ヒロイン力が上がるのは一時的な効果に過ぎず、時間が経てば魅力は急速に下がっていくからな。なんでですか？言ったはずだ。手が届きそうで届かない高みにいるからこそ、男は対象のヒロインに魅力を感じると。わかるか？同居を開始した時点でそのヒロインはもう手が届く位置にいるんだよ。確かに納得しちゃダメだと思いますよセリアさん。というよりこのレクチャーは本当に演劇と関係があるのかすらも疑問ですし。何を言っているのよリーゼロって。演劇におけるヒロインとしての魅力について語っていらっしゃるのよ。通じるところはあるわ。確かにとても参考になります。男心をたくさん勉強しないと。こういうことはあまり勉強しなくていいと思うよすずねちゃん。いいか、ヒロインとしての魅力を維持する上で大事なのは手が届きそうで届かないという距離感だ。距離が近づいて非日常から日常の存在となることで現実を認識させられてしまい、ヒロインの魅力は急速に落ちていくからな。カップルが同居して破局していく原因も大抵これだろう。同居してお互いのことをもっと好きになるカップルもいると思いますけど。バカめ、そういうカップルは必要な努力を怠っていないんだ。必要な努力？これは漫画やラノベ、小説の話だが、早期の段階でメインヒロインが決まっている作品では巻を重ねるごとに主人公とメインヒロインを離れ離れにする。あるいは巻ごとに主人公と行動するヒロインを変えていく。なんでかわかるか？いきなり話が変わりましたけど、同居とシチュエーションが似ているって言いたいんですか？そうだ。漫画や小説では早期に結ばれたヒロインと主人公を引き離すことで手が届きそうで届かない状態を維持する。非日常的な存在だからこそ憧れ続ける。同居も同じだ。手が届きそうで届かない存在であり続けるよう努力することが求められる。納得いかない部分も多いんですけど、それなら問題ないと思いますよ。ハルトくん、あちこち旅をしているせいで別行動している時間も多いしねえハルトくん。言わされた A だな。いや、そのようなことはありません。だってよかったわねみはるちゃん。幼なじみは負けヒロインって理屈と一緒で、俺はあくまでも一般的な分析を述べただけだ。幼なじみは負けヒロインなんですか？みはるちゃん、なんてひどいこと。あ？何を言ってやがる。ミハルとハルトは別に幼なじみでも何でもないだろう。だいたい今の話だと1位だったセリアさんだってハルト君と同居しているんだから、ヒロインとして魅力がないことになるじゃないですか。まあそこは合法ロリの属性が強すぎた感はあるな。やっぱり坂田さんの個人的な趣味で選んでません？アイシアちゃんを2位にした理由もあることですし。
まあ確かにさっきも言ったが俺の主観が混じっていることは否定しない。だからお前が最下位なわけだしな。実際それは美晴が8位な理由とも関わっている。へえ、一応その理由を聞いておきましょうか。なに、せっかく異世界という非現実のサンクチュアリに来たのに、誰が好き好んで現実を連想させる同郷の女を選ばなきゃいけねえんだって話だ。ヒロインとしての魅力を感じないのは当然だろ。黙って喋らせておけば。ほんと失礼な男ね。あ、お前全然黙っていなかっただろうが。じゃあ言わせてもらいますよ。男の人がヒロインに求めているのは辛い現実を忘れさせてくれる癒しだとか偉そうに言っていましたけど、それって面倒な現実は全部女の子に押し付けるっていうことですよね。自分は頑張らない、典型的な自己中かつ俺様男。女子目線で言わせてもらうなら、そんなわがままな男の人に魅力はありません。俺がモテないとでも言いたいのか。俺は連日令嬢たちからお見合いの申し込みが殺到してモテまくりなんだよな。困るわ。それはあなたに魅力があるんじゃなくて、勇者という肩書きに魅力を感じているんですよ。出たよ、男のニーズを全く理解していないからこその現実を前面に押し出す発言だからお前のヒロイン度は低いんだ。そういうあなたも女の子のニーズを全く理解していませんけどね。癒しを求めるのは女の子だって同じ。自分が辛い時でも優しくしてくれて人として尊敬できるハルト君みたいな男の人こそ女の子が結婚したくなるような理想の男性です。言っておくが、こっちだってお前と美晴だったら断然美晴だぜ。勇者属性のお前は手が届きそうで届かないのとは違う。ただお高く止まっているだけだからな。はあ？私のどこがお高く止まっているって言うんですか？そういうところが。いや待て、ならこれから俺が考えるセリフをちょっと演じてみろよ。それができたらお前が魅力的なヒロインだって認めてやる。なんで私がそんな真似を？意味がわからないんですけど。ならいいぜ。脚本でも現実でもお前はお高く止まっていて魅力のないヒロインだってだけだ。見えすいた挑発ですけど、乗ってあげようじゃありませんか。言ったな。おいフローラ、そこにある紙とペンをよこせ。はい。よし、そうだな。これは脚本の話とは。大いに関係があるわ。さつき様という脚本に登場するヒロインのことを執筆者である私がよく理解するため必要な作業だもの。よくもまあ即興でそんな言葉が思い浮かんでくるものね。これ絶対恥ずかしいことを言わされる流れだと思うんだけど、ムキになって理解していないわよね、さつき様。面白いから黙っておこう、セリアお姉ちゃん。すずねちゃん。こういう時は何も言わないでおくのが吉だ。恥ずかしいことというのはどういうことなのでしょうか。すぐにわかるはずですよ。もう書き上がったようですから。やっぱり後悔してきたかも。できたぞ。ほら。一体何を私に言わせる気なんです？いいから読んでみろ。何？私スメラギサツキ、職業は勇者で17歳、お高く止まってなんていないぞ。ピンチになっても姫騎士みたいにく殺せとか言わないもん。言うならく殺だぞ、かっこハートマークってバカじゃないんですか。なんで私がこんなことを。意味がわからない部分も混ざっているけど、すごいセリフね。はい、これを口にするのはさすがに恥ずかしいことなの？すごく恥ずかしいと思う。ハルト。何？アイシア。私アイシア、16歳。お高く止まってなんていないぞ。そうだね。ピンチになっても姫騎士みたいに殺せ
とか言わないもん。言うならクッコロだぞ。かっこハートマーク。やっぱり恥ずかしくないよ。本当に全然恥ずかしそうじゃない。しかも可愛いし。というよりアイシア様はセリフの意味をあまり理解していないのではないでしょうか。だからこその可愛さなんですけど。さすがアイちゃん、よく一度聞いただけでセリフを覚えましたね。アイシア様すごいです。確かにすごいのだけど、感心するところはそこなのかしら。よかった。今回はとばっちりを受けないで済みそうだ。さすが俺評価でヒロイン度ナンバー2。お高く止まっているどこかの誰かとは大違いだな。バカバカしい。こんなセリフを読むくらいならお高く止まっていると思われて結構です。逃げるのか。逃げる？こんなお遊びにも付き合えないんだから、やはりお高く止まっているんだろうな。そう思っただけだ。俺の洞察力に狂いはないということでもある。わかりました。言えばいいんでしょ。言えば。何よこんなの。バカめ、こんな古典的な手法にかかるとは。ここで逃げないことこそプライドの高い証拠。ここぞとばかりに鬱憤を晴らさせてもらおうか。私スメラギサツキ、職業は勇者で17歳。お高く止まってなんていないぞ。ピンチになっても姫騎士みたいにク殺せとか言わないもん。言うならクコロだぞ。かっこハートマーク。はい、言いました。ダメだダメだ。気持ちのこもってねえ芝居をしやがって。ちゃんと読んだじゃないですか。演技しろって言ってんだこの大根役者め。そもそもお前セリフの意味を理解しないで読んでいただろう。クッコロの発音も変だし、かっこハートマークとかそのまま読みやがって。ハートマークはちゃんと可愛らしく読めって意味だ。知りたくもありません、こんなセリフの意味。それにアイシアちゃんだってかっこハートマークって言ってましたけど。あっちは可愛かったからいいんだ。だがお前は可愛くないからダメだ。ねえ。ああ、これは逃げたも同然だな。まあいいぜ、お前の逃げで俺の不戦勝だ。時間を無駄にしたな。そろそろ話を。私スメラギサツキ、職業は勇者で17歳。お高く止まってなんていないぞ。ピンチになっても姫騎士みたいに殺せとか言わないもん。言うならクッコロだぞ。マジかよ。こいつ本当に嫌だった。しかも普通に可愛いだと。バカな。これでいいでしょ。どうよ。っていうか何見ているのよ、ハルトくん。他のみんなも見ていますよね。たまたまハルトくんと目が合ったからよ。もうそんな理不尽な。クッコロクッコロ、どう発音するのが正しいの？ハルト。